この事件、あなたならどんな推理をしますか？ 2019 年、ある事件に関するレポートが世界中の関心を集めることになるんです。テーマとなった事件は、1888年にロンドンで発生した連続殺人事件。そう、かの有名な切り裂きジャック事件だったんです。この事件、これまでに数々の捜査、研究がなされるも、その真相は闇の中。有力な犯人候補が何人かリストアップされるも、どれも決定打に欠けていたんです。そんな中、事件から131年の時を超えて発表されたあるレポートには衝撃の研究結果があったんです。その研究ではとある DNA 鑑定を行ったといいます。その結果、なんと真犯人の究明に成功。犯人の正体、それは世界で最も有名な事件とされる切り裂きジャック事件。131年もの時を経て発覚した新事実とは。それは長年闇に包まれていたこの事件を根底から覆すものだったんです。オムライス作るはいいが卵絶対失敗するケンちゃんです。どうも、ロンドンでも映える女、やみやみこです。パシャリパシャリ。さてね、本日ご紹介する切り裂きジャック事件なんですが、名前を聞いたことがある人も多いんじゃないですか。なんかよく聞くわね、はい、最近ではね、アプリのね、ゲームキャラクターとしても登場してね、こういろいろパロディ化されるほどね、超有名な事件なんですよね。様々な説がね、浮上してね、いろいろ議論されてきたんですが、今回発覚した新事実はですね、なんとこれまでの推理、そして議論を根底から覆すようなものだったんです。まずはこの事件のね、概要から説明していきたいと思います。誕生、切り裂きジャック。切り裂きジャック事件は1888年にイギリス・ロンドンで起きた連続殺人事件です。その手口は非常に残忍。被害者は皆娼婦で、犯行は刃物で行われたのですが、遺体を解剖し、その一部を持ち帰っていたんです。いらないでしょこれね。ですが、切り裂きジャックが活動していた期間は意外に短く、なんとわずか2ヶ月間。その間に殺害した人数は5人。不謹慎になっちゃうけどさ、有名な割に5人ってのがちょっと少なく感じちゃう。もう超不謹慎だよそれ。ごめんね。過去にはね、100人とかね殺してる人もね、アルゴメトリで紹介してはいるんですけど、一応これ以外にも切り裂きジャックが起こしたと、ね、言われる犯行がね、十数件ぐらい起こってたんですけど、結局これはね、模倣犯による犯行なんじゃないかって説が濃厚なんですよね。はい。にもかかわらず、切り裂きジャックが有名になったのは一つの理由があったんです。それは1888年9月27日のこと。新聞社に一通の手紙が届きます。そこには娼婦を毛嫌いしていること、警察には決して捕まらず犯行はまだまだ続くという宣戦布告が書かれていたんです。一連の殺人事件の犯人からと思われるこの手紙の書面にはジャック・ザ・リッパーの文字があったんです。以来この事件は切り裂きジャック事件として注目を集めることになったんです。また目立ちたがりなやつね、こいつ。パシャリパシャリ。目立ちたがりはね、あなたみたいな人がね、起こす事件のことをね、劇場型犯罪と呼ぶんです。そしてね、この切り裂きジャック事件っていうのはまさにね、劇場型犯罪とね言われるね、いろんな歴史的な事件があるんですけど、そのね元となった事件とも言われているんですよね。当時このような劇場型犯罪がまだ非常に珍しかったことから、犯人の思惑通り世間の大きな注目を集めることになるんです。その結果、便乗した悪ふざけが大流行し、切り裂きジャックを名乗る手紙は約25年も届くことになるんです。多い時は月に400通も。その 99% が偽物で、本人によるものは最初の手紙を含めて3通だったと言われているんです。みんな暇ね。手紙が流行んの。いや、なんか今で言うとさ、芸能人が犯罪したらさ、そのね、芸能人 A さんだとしたら、A さんの家族ですみたいなさ、悪ふざけでさ、兄ですとか、そうあげる人いいんじゃん YouTube。そのね、昔のバージョンっていう感じですよね。似てるわね、確かにね。今も昔もなんか便乗してやっちゃうのは一緒なのかもしれない。いや、そうだ、ほんとね、しょうもないわね。これに乗っちゃうような人間ってほんまに。ではね、それほどね関心を集めてこの事件なんですが、容疑者は一体どのように推理されていったんでしょうか。容疑者候補。事件が起きた1888年はまだまだ警察の捜査能力が著しく低い時代だったんです。現代のように DNA を使った科学的な捜査はできないため、目撃証言などが非常に大きな重要性を持っていました。ところが犯行は深夜に起きていたため、目撃者はほぼゼロ。また娼婦は様々な人間関係を持っているため、動機という軸で考えていくことも難しかったんです。その結果、今の常識で考えれば非常に無茶苦茶な推理となっていったんです。例えば有力な容疑者となったマイケル・オストロング、彼は詐欺や窃盗の常習犯であり、精神病棟に隔離されていた経歴がありました。そして事件発生時のアリバイがなかったことから疑われていたんです。
そう昔ってそういう感じなの？指紋の一致とかじゃなくて、指紋とか DNA とか、技術がねまだまだね雑魚かったんで、この時のね捜査方法ってもう結構適当なんですよ。なんかもう容疑者とかもね決めるにあたって前科とかがあったら結構もうねこいつ疑わしいなと思ったらもう結構それで犯人みたいになっちゃって、印象で決まっちゃうわけね。そうっすね。だから犯罪歴とかで決まっちゃうんで、結構ねその前科者の人がね冤罪としてね巻き込まれるってことがね結構あったんですよね。よかったっすね、その時代生まれなくて。もう完全に犯罪者みたいなねその時代に生まれた私捕まっちゃってんの。で俺はなんか目つきがねこう悪いから犯罪者と思われるし、切れたナイフ、切れたナイフは俺の学生時代の写真結局マイケルは可能性があるというだけで有力な証拠は何も見つからなかったんです。他に疑われたのはアーロン・コスミンスキー、ユダヤ系のポーランド人でした。彼も犯罪歴や精神病の入院歴などが疑いの理由となったんです。ですがアーロンを疑うのにはもう一つの理由がありました。それは4件目の事件、キャサリン・エド・ウッズ殺害後のことでした。手がかりを求めて犯行現場周囲を探索した警察はある汚れたエプロンの断片を発見するんです。それには血が付着していたんですが、その血液がキャサリンのものだと判明。つまり犯人はそのエプロンがあった場所に行っていたということになるんです。そしてその場所にこそアーロンが疑われる理由がありました。そこには壁があったんですが、犯人によるものと思われる落書きがあったんです。そしてそこにはこう書かれていました。ユダヤ人に何か文句があるか。当時は異民族差別のような風潮があり、これはそれに対する反発メッセージなんです。この落書きによりユダヤ人が疑われることとなり、アーロンが有力な容疑者になったんです。でもさ、これ、そういう風に犯人が捜査を誘導しようとしてるっていうこともあるんじゃない？全然考えられますよね。結構自作自演でさ、なんか世田谷一家殺人事件とかもさ、犯人がなんかね、わざと証拠を残すとか、そういうのもありますし、普通にユダヤ人のね方の数が多かったんで、これだけじゃね決定打にはねならなかったんですよね。またアーロン犯人説はある理由で否定されることになります。実はアーロンの筆跡が手紙のものと一致しなかったんです。他にも10人弱の人間が同様の弱い理由で候補に上がり、これまで100年以上議論されてきました。しかしそのどれもが説得力に欠けるものだったんです。そんな中、あるレポートが大きな注目を集めることになります。これは事件から100年以上の時を超えて出版されたものだったんです。作者はパトリシア・コーンウェル、アメリカの女性推理小説作家です。彼女は膨大な資料を収集し、推理作家ならではの見地で考察・推理を行いました。このレポートが他のものと一線を画すのはその投下されたコスト。なんと調査費用は一説によると日本円にして約8億円。8億？いくらなんでも頑張りすぎじゃない？超力作だし、ツッコミとか多すぎないもん。超赤字覚悟って感じですよね。赤字覚悟と別に商売じゃないからね、おかしいんですけど、それだけの力作なんで、確かに多少説得力はねあるっちゃあるんですよね。このレポートで示された犯人、それはウォルター・シーカット、ドイツ人の画家です。ではパトリシアの推理には一体どんな根拠があるんでしょうか。彼女が推理に使った道具、それは DNA 検査の鑑定結果。切り裂きジャックの手紙と現存しているウォルターの手紙から DNA を採取した結果、なんと一致したんです。この圧倒的な根拠によりウォルターが犯人であると証明したんです。いや、俺は8億かけた甲斐があったって思うんだけどさ、これあんたが最初言ってたみたいに根本から別に何も覆ってなくない？この事実。いやだからこれがね新しい新事実だってことはね、そういうことだとは言ってないです僕。ややこしいよね。実はねこのパトリシアの後にね、もう一個ね2019年にね、新しい説がね、新しい論文が、新しいレポートが出てくるんです。そのレポートは2019年に出版された Journal of Forensic Science にて記載されたんです。研究チームはアーロン犯人説の際にお話しした4人目の被害者キャサリン・エドウッズに注目。彼女のショールを入手し、それに付着した体液を DNA 検査したんです。その結果浮上したのは真犯人アーロン説。なんとその DNA がアーロンのものと一致したんです。はぁ？これどうなんのよこれ。もう2つも一致しちゃったら意味わかんないじゃない。だからある意味2つの説に絞られたってことなんですよ。だからウォルターかアーロンか、そういうことなんですよ。一体ねどっちがね本当の犯人なんでしょうか。衝撃の真実。
ここでかの名探偵シャーロック・ホームズがその作品内で残した推理に関する重要な言葉を紹介したいと思います。すべての不可能を除外して最後に残ったものがいかに奇妙なことであっても真実となる。成立していない説を捨てた結果、残った説がどんなに突拍子のない衝撃的なものでも、それが真実の可能性が高いんです。切り裂きジャック、その正体がウォルターなのかアーロンなのか、それを考えていく上で重要となるのは DNA の採取に使ったものと筆跡なんです。アーロンの DNA 鑑定ではショールに付着した体液を用いました。その体液とは精液と血液、娼婦という職業柄犯人と無関係な男の精液が付着した可能性は十分に考えられます。ですが血液に関してはどうでしょうか。犯人の凶器は刃物。犯行に及んだ際に誤って自分の体も傷つけてしまった可能性は大いにあります。一方で犯人と無関係の男の血液が付着することなどあり得るのでしょうか。よってショールの血液はアーロンのものの可能性が高く、 DNA 鑑定も非常に信憑性が高いと言えるんです。確かに、異論の余地はないわねこれは。まあそうっすよね。まあではね、ウォルターの方はどうだったんでしょうか。作家パトリシアは手紙から切り裂きジャックの DNA を採取したんですが、これには一つの間違いがあった可能性が考えられます。そしてそれはある捜査結果と綺麗に符合するんです。そのある捜査結果とは、アーロンの筆跡が切り裂きジャックの手紙と一致しなかったことなんです。切り裂きジャック事件は新聞社に届いた最初の手紙に切り裂きジャックと署名されていたことが全ての始まり。だから作家パトリシアは手紙の DNA 鑑定をしました。でも実はこの最初の手紙すら偽物だったのではないでしょうか。それはウォルターによる悪ふざけ。本当の切り裂きジャックは手紙など一通も送っていなかったとしたら、そうなればウォルターの手紙から採取した DNA 鑑定など何の意味も持ちません。全ての不可能を除外して最後に残ったものがいかに奇妙なことであっても真実となる。この切り裂きジャック事件、その真犯人は切り裂きジャックなどではなく、ただのアーロン・コスミンスキーなのではないでしょうか。切り裂きジャックなどウォルターが勝手に作り上げた架空の存在。これは歪んだ男によるただの連続殺人事件。100年以上行われてきた切り裂きジャックが誰なのかという議論。しかしその真相は切り裂きジャックなどいなかったということかもしれません。